ノーベルのテーブル作るデザインチームがカトラリーどこで作ろうかってヨーロッパ探そうかって言った時に日本に山崎がいるぞというところでお声がかかりました。これだけ差が出るわけじゃないですか。この厚みのままスプーンになったら口の中入れた時にゴロゴロする、厚すぎて。スプーンって薄いほど口抜けが良くなるんですよ。かといってじゃあめちゃめちゃ薄くすりゃいいかっていうとそういうわけじゃなくて、持った時のバランス、前後バランスが効いてくるんで、バランスが取れる範囲で薄く作ります。あんまり薄くしない方が加工量が少なくて早くできちゃうんですけど、あえてこう薄く使いやすいように、食べやすいように、してます。これが結構大切なポイントです。
作りで珍しい工程なんですけど、材圧の変化、厚みの変化が大きいデザインのものだけこの工程をやります。の間を抜いていく作業です。ここはハンドルのプレスしてるところです。見てもらうと模様がついてるのついてないの分かります。はい。まずゴミを入れないところですかね。模様がある品物でそのゴミを踏んだりすると直せなくなるんですよ。模様がみんななくなってしまって。初めは1本ずつでいいんですけど、数上げていくのに連続でやらなきゃいけないんですけど、1本ずつ拭いて入れるっていう作業を慣れるまでに結構大変でしたね。まっすぐ入ればいいんだけども、こうずれたりすると金型も壊れるんですよ。だからもうちゃんと正確に金型の中に品物を入れるっていうことができるようになるまではちょっと大変ですね。はい。
この側面部分を削っていくんですけど、爪磨きと一緒で粗いのから細かいのまでかけていく作業をこれからやります。がやる前ですね。やる前。終わった方がこっちなんですね。はい。まだこいつも粗い状態です。ザーザーしてるものからだんだんと細かいものに変えていくんです。それで形を整えていく状態になります。これが1回目の目つぶしなんですけども、もう全然やり方が違うと思います。ザーザーなんですけども、最終的にはツルツルの光る状態に持っていくってことは、やはりお客様が食事に集中できるようなスプーンを作れるっていうのがやっぱりやりがいになりますね。これが目つぶしの2回の目つぶしかけたなんですけども、艶が出てきて、艶が出して6回、7回とだんだんと細かく削っていくことによってお客様に手に触れた時に、すごく滑らかに触り心地のいい商品になっていくんです。うちの商品は、小場面も、デザインと言われるぐらいなので、そういう触った時に、これはいい商品だというのは直感的に分かるような形にしたいと思ってますので、それを、気をつけて削ったり磨いたりして、最終的に滑らかな状態にして、お客様の方に届ける形をとっております。全体を磨いていく作業になります。ちょっと作業見ててもらうと機械任せで磨いてないんですよ。弊社の商品ってちょっと形状が複雑だったりとかするので、その時々に合わせて磨きが足りないと任意で自分でこう圧力をかけて磨いていくやり方をします。自動研磨と言いつつ半マニュアルみたいな磨き方になってます。
弊社のスプーンだと例えば1本2000円とか4000円とかいろいろあるんですけど、4000円かけただけの価値があるんですよ。それだけ細部まで手が入ってて、口触りに影響したり、持った時の手触り感も変わる。この高級品のスプーンフォークって本当に違うんだっていうのが分かると思います。この赤い印がついてるのはもう一度やり直し。ああ、そういうことですね。もうあそこにこう来るとなると、もう相当綺麗にならないと、あ、そうです。ここで戻っちゃうってことですね。ここの関所で弾かれると、はいまたもう一回磨いたり。ここをくぐり抜けていかないとお客いかないと様のところに行けないっていう。そういうことですね。50年ぐらいかな。 50年、うんあ、そうですか、ノーベル賞の晩餐会で使ったカトラリーも検査されて、でその納品のこう袋詰めとかそういうのもされたってことですか。はい、してますね。晩餐会に使ってて、やっぱりなんか皆さんね、いっぱい言いますよ、やっぱり。いい商品作りましたねってさ。初めて聞いた時はやっぱり嬉しかったですよね。びっくりしましたね。カトラリーといえば山崎になりたいです。誰もが知ってるブランドになりたい。そんなに最新鋭の機械なんかあるわけもなく、レトロな機械なんですけど、結局操るのは職人さんで、職人さんの勘があるからいいものができる。僕たち道具作ってんじゃなくて、その人の生活に潤いと豊かさを提供したいっていう思いではずっとそれをやり続ける。やり続けるじゃなくてすごい難しいことなんだけど続ける。僕たちの道具を使ってどれだけみんなのその食生活を豊かにできるかっていうのはやっぱり永遠のテーマかなと思ってますけど、食べてなんか違うけどいいなってそれが続いていけることをやっぱ大切にしていきたいな。